きりの方のもう褥瘡床ずれがなってる処置を看護師さんがしてたと。でそのビクンビクンをこう楽しみながらこう遊びながら、皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、医療従事者に言われて嫌だったこと、嫌な対応されたことというのを伝えていきたいと思います。なかなかちょっと批判がもしかしたら来そうな動画ではありますが、でも実際に皆さんからいろいろ募集しまして、その中でもいやこれはさすがにひどくないって、こんな対応されることあるんだっていうのをお伝えしていきたいと思います。早速、妹が脳梗塞で入院していた際にトイレに行きたいと頼んだら、もうすぐご飯だから後にしてと言われたり、車椅子に乗せられて何もせず声をかけてくるわけでもなく、ただただナースステーションに置かれていたことがあったり、便がついたシーツを何日も変えてもらえなかったり、妹ではないですが他の患者さんもナースステーションから部屋に帰りたいと言ったら、もう少しでリハビリなんだからここにいてよと強く言われ、投げつけるようにブランケットをかけられたり、病室内でもカーテン越しでもひどい扱いを受けているのが分かるようなことが多くありました。私たちはじめ患者家族にも冷たくで、脳外科での入院だったので意識のない方や自分では動けない方ばっかりだったのをいいことに適当に扱っているのが分かって、この方はご意見箱に意見を入れさせてもらった。でその時に名前も書いたし電話番号も記入したから、誰が書いたかっていうのがもう分かる状態でご意見箱に記入をした途端に、自分たちに対してはそういった存在な扱いがなくなったっていうのがありましたっていう、そういったまずお話がありました。トイレ行きたいから後にしてとかっていうのは私も見たことがありますけど、言い方は別にそんなに強くはなかったけど、やっぱ今はお食事を配る時だし、多分人手っていうのが足りなかったから今トイレに行けないっていうのがあって、そういった対応があることもあるんだろうなと私は思います。それがだからちゃんと言い方一つで捉え方って全然違うと思うので、そういった余裕がない中でそういった言い方がなったのかなと思いますし、ナースステーションに患者さんがいるのも私も見かけたことがありました。それって多分見守りが必要な人なのかなっていう、私はねその対応者じゃないから理由はわからないけど、でもやっぱり当事者と、その家族に関してはなんでそこにいさせなきゃいけないのか、なんでナースステーションにいなきゃいけないのかっていうのをやっぱりちゃんと説明しなきゃいけないと思うんだよね。だから帰りたいって言っても帰らせてくれない理由って何なんだろうなと、本人が理解仮にできなかったとしても、やっぱりご家族がそうやってなんでってなんで妹はナースステーションにポツンといられて置かれてんのみたいなことになっちゃうと思うので、やっぱそういうのって大事なのかなと個人的には思いました。であと便のシーツを変えてくれないっていうのはちょっとマジでありえないありえなくないって思う。私も便失禁尿失禁とか、感覚がないからたびたび入院期間中やってたけど、もうすぐ取り替えてくれた。私は逆に言えなくて、もう本当に1日2回も3回も変える時もあったから申し訳なくて、いいよみたいな、尿くらい、ちょっと汚れたくらいいいよいいよって言ってたけど、逆に看護師さんたちの方がいやいや不衛生だからちゃんと変えなきゃダメだよって、別に変えるだけなんだからいいよいいよって言って変えてくれたので、ついたのに変えないってちょっとその対応は違うかなと思いました。しかもそれって看護師さんってグループがあるんですよね。大体多分そうだと思うんですけど、自分に対しては一応担当はいるけど、でもその人って毎日勤務するわけじゃないから、その人のA グループっていう看護師さんの担当があって、そのグループで私を管理するっていうことがあるから、何日も変えないってことはその看護師さんだけじゃなくて違う看護師さんもそのシーツを見て変えないっていう判断をしてるんだっていうのがやっぱちょっと怖いなって思いました。皆さんからね本当にたくさんいただいた中で一番多かったのは、失禁をしてしまった、失敗をしてしまったっていう時に
だって自分だってしたくてするわけじゃないじゃん。私は感覚ないし、いろいろこうメッセージくれた方も、感覚ない人もいるだろうし、または別に感覚なくてもそういった体調が悪くて、入院してるっていうこともあるから、そういった便失禁尿失禁ってあることだと思うので、それをなんかすごく汚いような扱いでこう舌打ちされながらとか、ため息をされながらシーツ交換とかおむつ交換とかをされたっていうことがすごい傷つきましたっていうことがめちゃくちゃ多かったです。確かに便失禁尿失禁の片付けって嫌よ。それは嫌だけど、でも看護師さんにとっては言うたらなんかつきものというか、つきもののお仕事だと俺は思うのね。一般的な考えだと思うけど、そういったのってあると思うのに、やりたくてやってるわけじゃないその患者さんに対して舌打ちするとか、マジで汚いもの扱いするとか、なんでそんな失禁するの、マジで汚いよっていうことを言われましたっていうコメントとかありました。だからそういうのって大変なことではあるけど、でもそれを患者さんに対して出すことではないのかなと思います。で、あとはナースコールを呼んでも放置して、どれだけ呼んでも来てくれなかったことと、ナースコールを呼んだら来てくれて、ちょっと待っててって言われたから待ってたのに、30分以上経っても来なくて、もう一回呼んだらどうしたのって来て、ちょっと待っててって言って30分経ってもう来ないのは、どういうことですかって患者さんの方から言ったら、他にも患者さんがいるの、私たちは奴隷でも召使いでもないの、毎日私も辛いんだからって言われましたっていうのがありました。いや、だから看護師さんが足りないのはすごい問題になってるし、忙しいのはわかるけど、呼ばなくていいじゃんっていう理由で呼ぶ患者さんもいたり、でもこの子にとっては本当に必要でナースコールを呼んだのに、待っててって言われて待って来なくて、それを言ったら怒られて、すごい愚痴を言われてって、それは違うくないって思いました。私自身もナースコールを押すっていうことが入院中ものすごく申し訳ないって思って、押すことなんても多分ほとんどなかった。本当にやばい時くらい。例えばその便失禁の話になるけど、消灯時間経ってから便失禁したなってこう寝てて12時くらいかな、うんち漏れてるなって思った時があったの。でも自分では帰れないし、でも夜だし、なんか呼ぶの申し訳ないなってすごい思ったんだよね。だいたい何時間かおきに巡回してくるから、その時に気づいてもらえればいいかなって思って便を出したままで我慢してたので、それを巡回の時に来た看護師さんに「ごめん」って「便漏らしてて」って言って、ちょっともう固まりつつあるけど結構前に出したのみたいなこと言われて、いやそうなんだよねって、後でから回ってくるから別に今じゃなくていいかなって思ってナースコールを押さなかったんですっていう話をしたら、いやいやいやって、シーツの話もそうだけど不衛生だし汚いから、ちゃんと便が出たって思ったら早めにもうナースコールして処理した方がいいから遠慮なく押してって言われたのは、私はすごい嬉しかったです。言うても結局なんか申し訳ないが取れなくて、私はあんまりナースコールを押すっていうことはなかったけど、いろんな病院がある中でこういう対応っていうのがあるんだなってすごく思いました。メッセージいただいた中ではなくて、私の知り合いの医療従事者の方から聞いた話で、寝たきりの方のもう褥瘡床ずれがなってる処置を看護師さんがしてたと。寝たきりの方なんであんまりこう自分で何か発するとか動かすっていうことはできない。でその看護師さんがこう消毒とかをしてる時にやっぱ痛い、体としては痛いからこうビクンビクンってなるんだって。でそのビクンビクンをこう楽しみながらこう遊びながらそういった褥瘡の消毒をしてたっていう人が
いたっていうのを間近で見た医療従事者の人がいて、それはさすがに引いたって言ってたんだけどね、今本当に病院って寝たきりの人とかが多分多いと思う中で、看護師さんもたくさんストレスを抱えてる中で、そのはけ口が患者さんになってはいけない、寝たきりの患者さんのその褥瘡とかその反射で遊ぶっていうことは本当にやっちゃいけないことだと思うんです。なんかいろんな看護師さんから聞いても、病院の看護師事情って本当にやばいとこはやばいって、なんかそういったこと聞きますけど、そうであっても患者さんにそういうことをやっぱり言わないでほしいな、やらないでほしいなっていうふうに思いました。他にもね、やっぱりそういった後遺症が残るような怪我を負ってる人たちが私のフォロワーさんとかにもたくさんいるし、それ以外にもそうじゃない人たちからのメッセージがたくさんあって、言葉選び、これを募集した時に看護師さん側からも、いや今なんてモラハラとかパワハラとかってすぐ患者さんの方から訴えられてとか言われて、看護師が強い態度を取るとかっていうことなんかできません、逆にやりづらいですみたいなことをこう言ってきてくださった看護師さんもいましたし、そうじゃなくてもそういった後遺症が残るものとかに関してなんて声かけていいかわからないから、それが嫌だったとかって言われるのもちょっと難しいみたいなことを言ってくる方もいらっしゃいました。確かにね、看護師さんたちっていろんな人との出会いがあって、そういった何を言ったらいいかなっていうのがすごいわからないと思うんですけど、だからこそやっぱこういった動画、当事者が発信しているようなものを見て、何が適切なんだろうなっていうのを改めてみんなで考える時間っていうのが必要だと思います。でまたメッセージいただいた中で、お父さんが亡くなられた時に、医療側としては、病院側としてはいろんな事務手続きとかそういった処理っていうのをしなきゃいけないと思うんですけど、その処理をしている中で家族が近くにいるのに談笑しながら本当に事務作業のようにやっていたっていうことにすごく傷つきましたっていうことをいただいた方もいらっしゃいました。看護師さんとしてはたくさん亡くなられてる方を見ているから、悲しみをずっと引きずるっていうことが仕事上できないのかもしれないと思うんですけど、でもその悲しんでる家族が近くにいるのに談笑しながらそういった事務作業を行うっていうことはちょっと人として本当にどうなのかなと、私はこのメッセージをいただいて思いました。その看護師さんとか、医療従事者の方、皆さん本当にいい人たちで、嫌な思い出っていうのはなかったですし、私自身こんな性格でなんかもうあれやこれや何でも言っちゃうタイプの人だったので、逆に私に悩み相談をしてきてくれる看護師さんも結構たくさんいました。うちの息子がとか、なんかどうしたらいいかなとか、ただただ談笑しに来る看護師さんとかもいてたりして、私の時はねコロナとかじゃなかったのもあったし、そこで人間関係ちゃんと作れてればお互いが気持ちよく関わってもらえる関係性になるのかなというふうに思います。そうなれないテンションの中で入院してる人が多分ほとんどだと思うんですけど、それでもお互いが少し本当にその人にこう尊敬というか、そういったちゃんと人と人との関わりをしなきゃいけないなっていう心をどっか、入院患者さんもしんどいし、でも入院生活を送っていくためにやっぱそういった関係っていうのの築き方っていうのは大事なんじゃないかなと思いますし、でもどうしてもやっぱり理不尽な対応はされることがあるっていうのが今回皆さんからメッセージをいただいて知りましたし、私自身もいろんな方とお話をする中で本当にそれはちょっと理不尽なことだよねっていうことも多くありました。なので、医療関係者の方々はやっぱりそういったことをもう一回見直して、そういった環境がないように注意していただけたらなというふうに思います。本当に嬉しかった、声かけてもらえて嬉しかったっていう声もたくさんいただいてて、素敵な看護師さん、医療従事者さんもたくさんいらっしゃるんですが、一部そういったことがあるよというのを今回お伝えしました。今回はですね、患者さん目線
で、医療従事者に対しての、ご意見っていう形になりましたけど、今度はね逆に医療従事者の方からちょっとこれはどうなの、多分ねちょっと話聞いた中でもやっぱりどうしてもセクハラが多いなっていう感じでしたけど、なんかそういったのも集めれたらなというふうに思います。はい、ということで、この動画が良かったこの動画が面白かった、よかったらいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。